仕切り付きのテントポーチの作り方です。中を開けるとこのように真ん中に仕切りがついています。底もきれいについているので横に流れることはありません。仕切りには上にゴムを入れているので開けたり閉めたりする時の伸び縮みに対応します。出来上がりサイズは横が20センチで縦は14センチ、まちは6センチです。材料はこちらです。横が28センチ、縦が19センチの表が2枚と裏が2枚。薄手の表布を使うときは接着芯を貼っておきます。仕切り用の裏布が横22センチ、縦は26センチが1枚。このように折って仕切りにします。30センチ以上のファスナーと 4×6 センチのファスナー端用の布。ゴムは16センチ分です。4コールから6コールぐらいのものを用意します。ファスナーは26センチにカットします。端から26センチです。端にこちらの布をかぶせます。縦長に置いて両端を1センチ折ってアイロンをかけます。半分に折って両端を5ミリの縫い代で縫います。表に返して端にかぶせます。端を縫います。表2枚と裏2枚を重ねて角を切り取ります。3×3 センチを切り取ります。仕切りを作ります。表裏があるときは表を内側にします。半分に折ってそこに 1.5×1.5 センチの四角を描きます。線の上を縫います。縫い代を5ミリ残して切り取って角に向かって斜めに切っておきます。表に返します。縫い目のところをきれいに開いてアイロンを当てます。上端に軽くアイロンを当ててから端から 1.5 センチのところを縫います。ゴムを通すところです。ゴムの端から16センチのところに印をつけます。上に通します。5ミリぐらい出して端から 1.5 センチのところを縦に縫います。最初につけた印が端に来るようにして待ち針で留めます。
端から 1.5 センチのところを縦に縫います。ゴムの端を切ります。裏布に今作ったこの仕切りを仮縫いします。そこは真ん中に両端は 1.5 センチぐらいずつ空いています。端から5ミリを縫います。横も下から 1.5 センチ開けたところに印をつけて縫い付けます。角を 1.5 センチ開けたところに留めて縫います。反対側も同じように下から 1.5 センチのところに合わせて縫います。表布にファスナーをつけます。端から5センチのところに印をつけます。ちょっと見えにくいので待ち針を打ってみました。端から5センチのところです。ファスナーを裏向きにして開けます。留め具のところとこの印が合うように合わせます。上端は少し開けておいた方が縫いやすいです。クリップで留めます。ファスナーの端にも印をつけておきます。印から印まで端ミシンをかけます。留め具のところからです。ファスナーの端は3センチぐらい開けて留めておきます。裏布を合わせます。どちらでも良いですが、最初に仕切りのついていない方を合わせます。布端を合わせてクリップで留めます。表側から縫います。ちょっと縫い目が見えにくいですが、この縫い目の下を縫います。ファスナーの端はこのように下げているので、このクリップを留めたまま端から7ミリくらいのところを縫います。ファスナーの端は裏側へ折り上げます。このまま端まで縫います。反対側の表布にも印をつけます。端から5センチです。今回は待ち針でしましたが、チャコペンで大丈夫です。今作ったこのファスナーを閉じて、ファスナーの表が内側になるように合わせます。向きを確認してからもう一度ファスナーを開けます。
ここで一度ファスナーを閉めるのはねじれてしまうことがあるからです。留め具と印を合わせます。こちらも印同士を合わせます。印から印までファスナーの端を縫います。留め具のところで返し縫いをします。仕切りのついた裏側を合わせます。表同士を合わせて、このファスナーの端はさっきと同じように3センチぐらい下げてクリップで留めます。少しゴムがついていて留めにくいですが、端から順番に合わせていきます。ちょっとこのように引っ張られますが、表側から同じように縫い目の下を縫います。今度はファスナーの端が初めに来るので、裏側にこのように折ってクリップで留めます。端から7ミリくらいを縫います。ちょっとゴムがついていて引っ張られるので、最後はこのように手前に引いて合わせます。ファスナーを内側に入れます。表同士裏同士を合わせて底を合わせて留めます。裏側には返し口が作りたいので、合わせる前に8センチの返し口の印をつけます。ちょっと留めにくいですが、横の生地を避けて端から留めます。そこは返し口を開けて1センチの縫い代で縫います。表側は端から端まで1センチの縫い代で縫います。横の布は縫わないように左側に流しておいて縫います。横も留めます。表側に縫い代を倒して切り替えを合わせて留めます。ファスナーの端も縫わないように内側に入れて、反対側も表側に縫い代を倒して留めます。切りのゴムがあるので、片方を縫ってからもう一つも同じように留めて縫います。縫う時は接着芯を貼っている表の方から縫った方が端がきれいに合います。
のあるところはこちら側に引いて合わせます。この下の布を縫わないように横に流して下まで縫います。反対側はファスナーの端があるので縫わないように内側に入れます。切り替えを合わせて留めて同じように縫います。裏布のゴムのあるところは少し細かめにクリップをつけて縫います。ここがちょっと引っ張られるので引き出すようにして留めます。下は横に裂けて縫います。まず裏の方からまちを作ります。縫い代は倒しやすいように倒して端から1センチのところを縫います。反対側も同じ方向に縫い代が倒れるように注意して真ん中を合わせて縫います。表側も同じ向きにまちが倒れるように注意して開いてまちを作ります。丁寧に作るときは線を引いて縫います。真ん中から3センチずつです。ここを縫います。反対側も縫います。返し口のところから表に返します。ファスナーが閉まっていたら開けてから返します。裏布の底は返し口が開いているので横に引くように留めて端ミシンか手縫いで縫い閉じます。表布を中に入れて整えます。ファスナーのところを引っ張るようにしてクリップで留めます。このように周りを留めました。上端を一周縫います。縫うときはこのファスナーのないところから縫うと縫いやすいです。この真ん中がちょっと塊があって硬いのでこの辺りから縫い始めます。裏布を表布に沿わせるようにして角を押します。縦に折ってそこから角までと同じ長さになるように折ってクリップで留めます。端から5ミリくらいのところを縫います。他の3つも縦に同じように縫います。
角を入れて合わせてから、上からこのように滑らすようにして合わせて、同じ幅になるようにして縫います。他も同じように縫いました。これで出来上がりです。